際交流員ワクワク動画。Bonjour à tous、皆さんこんにちは。フランスの国際交流員イザベルです。去年の動画では、賀来さんが同じ漢字の組み合わせで日本語と中国語の意味が全く違う言葉を紹介しました。今回は皆さんが小学校から学んでいる英語と同じ書き方で意味が違うフランス語の言葉を紹介したいと思います。はい、じゃあまずはルールを説明したいと思います。問題を読み上げます。1、2、3の中から正解だと思う答えを、ホワイトボードで大きく書いてみてください。正解だったら1ポイントをあげます。もし間違っててもマイナス点はありませんので、何か書いてみてください。ではまずは例です。これです。これは英語だとペイン、意味は痛みですけれども、フランス語で全く同じ書き方で言葉の意味は全く違います。ゴマが開いているこのはすごく美味しいです。1、最近話題になった健康的なお菓子です。2、多くのフランス人が毎朝買う食べ物です。3、野菜によく合うソースの種類です。何だと思いますか？30秒あげます。そうです、30秒。ペインとはフランス語で何でしょう？ソースの種類、食べ物、お菓子。はい、終わりました。じゃあいいですか？せーの。3、3、2、2。何これ？3。3多いですね。ソースなんだ。2です。食べ物です。ところで何の食べ物かわかりますか？パンですね。パン。合ってます。フランス語でパンと言って、日本人はパンを発音したらパンっていうのでもう正解になりますので、今回は発音しませんでしたが、他の問題ではちゃんとフランス語の読み方で読みます。フランス人がイギリスに行って、例えばパン屋さんに入ったら「すみません、痛み2つお願いします」とかって言ったらすごい面白い状況になります。イギリスの場合かわからないんですけど、アイルランドだと一斤のパンのことをパンっていう。でも愛を入れない。愛を綴りは日本のローマ字と一緒。スライスパンとか知らない人がいるとは。書いてあるところ結構ありますので、皆さん知ってるんじゃないかなと思って、次はもっと難しいのですみません。はい、それでは準備はいいですか？準備はいいですか？ではよし、じゃあ問題1です。 Confidence. He has confidence in his ability. 彼は自分の能力に自信がある。このコンフィデンス、フランス語でコンフィデンス、このコンフィデンス一生守ります。1、秘密。2、国。3、文化。はい、せーの。1、どうしてみんな秘密なの？はい、正解は秘密です。おめでとう。どうしてなんだろう？一応発音が似たような英単語があります。あ、そうなの？コンフィデンシャル。イギリスの英語、特にクラシックの小説とかは同じ使い方してますね。コンフィデンス。そう、なんか昔の言葉。では問題2です。Habit. Eating between meals is a bad habit. かわいいアビと言いますね。フランス語は H と T の発音はしません。かわいいアビですね。私も欲しいです。1、ネックレス。2、洋服。3、うさぎ。1、ネックレス。2、洋服。3、うさぎ。いいですか？せーの。33233。おお、うさぎ多いね。
はウサギじゃなくて洋服です。すごいね、すごい。おめでとう。いや、なんかウサギは引っ掛けたなと思った。なんで洋服にしたかというと、ハビットは毎日すること。この中で洋服を着ることかな。面白い。その由来はあるのかな。わかんない。はい、次はイシュー問題ですね。英語だと We are facing environmental issues 環境問題に直面しています。フランス語ではイシュと言います。この問題には意思がないです。1、意味。2、正解。3、解決策。せーの。2、1、正解ではないし意味でもないので3でした。残念です。解決策でした。英語は問題なのにフランス語は解決策となっているのは面白いと思ってるんですけれども、それだけじゃなくて他の意味があります。出口、出方っていう意味の way out、場所とかを示すこともあるし、その問題から出る方法っていう意味もどっちもあって、だから way out。そういうことね。There's no way out。じゃあいきますね。5番目、じゃない、4番目の質問です。5番目に行きたいどうしてもですね。ここまで早い。lecture。フランス語ではレクチューのおかげで言葉の書き方が覚えられます。1、辞書。2、復習。3、読書。ではせーの。辞書ですね。レクチャーは読書です。そうなかったね。辞書か読書かその。よし、5番目に行ける。5番目は面白いよ。よし。あんまり聞けないけど、いいよ。コレージ。日本のコレージは、3年間だが、フランスでは4年間です。保育園、中学校、高校。なんでしょう。保育園、中学校、高校。せーの。33322。分けてますね。中学です。おめでとう、そらちゃん、かくさん。何か理由ありますか5年生で1回区切って中学校が4年で高校が3年っていう制度は一緒で、その区切りでやってるところが多いっていう認識はありました。それでわかりま私は偶然です。英語を習ってた時に14歳の時によく今中学校で勉強していますって言いたくてI'm studying college とかって言ってて、いやそれ違うわってだって14歳で大学は無理ですね。すごい間違う人が多いと思います。アイルランド中学校と高校を合わせて一つの学校で、それも大学もどっちもコレッジって言える。だからめっちゃ迷ったね。迷うね。じゃあ6番目です。バスケット。そのまま日本語でバスケットですね。私のバスケを体育館に忘れた。何でしょう。1、スニーカー。2、携帯。3、カバン。体育館に忘れたものはスニーカー。2、携帯。3、カバン。せーの。31133。1です。そう、バスケットボールのシューズって感じそうなんですよ。それは多分それつながってると思います。カバンはバスケットと同じ役割だから。そう同じことを考えたけどどっちだろうって思って前聞いたことがあって、なんかこの体育館っていうヒントで思い出した。バスケットボールってすごい英語っぽく聞こえるからバスケって英語って思ってたんですよ。だから誰でもスニーカーってバスケって言うと思ったらそうじゃないんだ。
では最後の問題です。こちらです。おお。コイン、英語と日本語もそのままコインなんで説明しなくても大丈夫だと思うんですけれども、フランス語でコワンという面白い発音ですね。コワン。今回も動物の鳴き声？でも動物の鳴き声ありますよ。コワンコワンっていう動物誰？アヒル。そう頭のコアにこの情報を置いといてください。1、どこか。2、中。3、片隅。1、どこか。2、中。3、片隅。せーの。3です。本当日本語で表現になってますね。頭の片隅。でもその表現はそのままフランス語でも言えるので面白いなって思って片隅でした。頭の片隅。英語だとどこか片隅っていうなんか in some corner of your brain。奥っていう頭の奥に入れてください。Keep it in the back of your mind, the back of your head. 優勝したコーリーの名前を発表したいと思いますが優勝者は3人いますマジかよって思って3人なんですよ。最初アンソニーおめでとう。あとカクさんおめでとう。とソラちゃんおめでとう交流員の中にはフランス語を習っている交流員はいないので難しかったかと思うんですけれども、どうでしたか？びっくりした言葉とかありましたか？私ヨーロッパ人としてすごく自信があったんですけど結構難しかったです一番びっくりしたのはやはりバスケだったんですよ想像力を生かした答えが多かったんですけど、意外とあれ当たってしまったね私は一番びっくりしたのはイッシュという言葉が出口っていうのもあるそうで、イッシュって言ったらじゃあ熱い出口なのかなと面白かったですね。フランス語自体にはすごく触れることは多いんですけれども、ただやっぱり常識が違うっていうのがすごい感じて、それでイシュとかバスケとかはちょっと惜しいなと思いましたけど楽しかったです。そのフランス語の単語、英語の単語と似たような発音があっても、もう意味自体は全然違う。もし本格的にフランス語を勉強すれば、それで絶対に苦労するだろうと思いました意味が違う場合はフランス語でフォザミ、英語でフォルスフレンズ、日本語は偽りの友人というんですけれども、言葉の綴りは一緒で、その言葉の意味も一緒だったら、transparent words、もうトランスパレント、透明な言葉、それで難しくなります。同じかなって思うときに違ってたな。それでは次の動画もお楽しみに。アビアントー。綴りは？アビアント書きたい？書きたい。アビアントー。スペース。ビアント。めっちゃ綺麗。おの上に帽子をかけて書いてください。帽子。これソーシャルコンプレックスなんだけど、日本語知らないし。さっき帽子と。だって帽子に似てるのな。ありがとうございました。何が起きたかわかる？パンを食べてしまった。なんか食べてる。時間がないからすぐ今ほっぺだけいっぱい。